マーブルアーチ駅。高いのかな。シアストーク、皆さんこんにちは。今日はハンガリーのブダペストを出てイギリスロンドンへ向かいます。ブダペストからロンドン、 EU 圏外、近いようで遠い国、どんなかな、行ってきます。まずはメトロ3を使ってクーバーニャ・キシュペシュト駅に来ました。ここからバスで空港に行くと一番お得に空港まで向かいます。陽気なお兄さんも見送りをしてくれていますね。クーバーニャ・キシュペシュト駅、略して空気。メトロ3で終着のここの駅まで来てしまえば本当に空港まで安くで行けます。出口すぐバス停で分かりやすいですね。ブダペストと空港を結ぶシャトルバスは本当にブダペストの中心地から出ている 100E があるんですけど、 100E は空港バス専用のチケットが必要で1000円近く払わないといけないんですけど、このバスなら普通の公共交通機関と同じ扱いで半額以下で来れちゃいます。約1年前に舞い降りたリストフェレンツ空港に着きました。ここでミニバスを探し回ったな。今回はビズエアラインという LCC を使って乗るんですけど、オンラインチェックインがもう済んでいるのでこのまま保安検査場に向かいます。これが手荷物の持ち込み可能サイズ、かなり小さくて厳重に測られてしまいます。保安検査場通過したんだけど、なんかワインってダメなんだね。知らなかった。なんかペットボトルでも、いや都会ワインを買ったんだけどなんかちょっとお土産に、安いやつだったからいいんだけど捨てられてしまいました。あとパプリカのチューブ、パプリカクリームもう一緒に買ってて、それも捨てられちゃったなんか安かったんだよ。1000円ちょっとくらい両方で。だからさ、なんかいいんだけど、ゴミ箱にいきなり行くとなんかこう精神的なショックが大きいよね。もったいないが勝っちゃういやー、チューブパプリカ、なんかワインはちょっとねどうなのかなとかって思いながら全然調べてなかったんだよね。それを私の過失なんだけど、チューブのパプリカクリームもダメとは知らなかった。やってしまったはあ、でも無事に予定時刻通りにここまで来れたんで、このまま順調に行きますことを願います。毎度毎度自分の確認不足のせいで何か起こるんだよな。機内はこんな感じ。割と快適だったかな。そしてロンドン・ニュートン空港に到着しました。ブダペストとの時差は約1時間なんですけど、2時間半くらい乗ったのかな。まずは市街地までのバス停をチェックしましょう。私バスはすでに予約しているんだけど、なんか見にくい掲示板で不安になる。ひとまず時間もあるし小腹満たしにちょっと売店を覗いてみます。ここは M&S っていうおしゃれなスーパーマーケットがやってる売店みたい。知らなかったんだけどね、この時は。さすがイギリスだと思いませんか？サンドイッチの種類がすごい。で、私はというとサンドイッチは買わないでこんなの見つけた。バス停もね、空港出たらすぐ目の前にありました。すっごく広いバス停っていうわけじゃないから、すぐに自分のバスの停留所を見つけることもできました。よかったよかった。さて、チキンティッカサモサを買ったので食べてみましょう。平たいサモサって食べたことなかったけど、これ美味しいね。チ
チキンティッカマサラは実はイギリスで生まれたマイルドなインドカレーなので、一応最初のイギリス飯ということになります。飛行機の往復チケットが1万8000円ぐらいだったので、このバスが高く感じます。サモサ一つでやめときゃいいのに余計なものを買ってしまいました。イギリス名物ポークパイ、これ安かったんだよね。中にはぎっしりと塩と胡椒味のシューマイの具みたいなものが入っています。シューマイと違うのは周りの皮のオイリーさ、バターたっぷりって感じ。結構胃にずしっときます。マーブルアーチ駅というところで降りて、これから電車に乗るんだけど、ちょっと乗り場を探します。どこだろう。いやー、都会に来たよ。あった。地下鉄は少し分かりにくくて、同じ方面に向かう電車でも途中で枝分かれしていて、終着地が違うっていうような作りになっているので、間違えないように係員の人に確認して教えてもらいました。このね、行き先を電光掲示板でしっかり確認してから乗った方がいいみたいです。車内はこんな感じです。座ると膝と膝が近く感じます。不思議な形の地下鉄ですね。午後10時頃、ようやく私のいとこが住む町の近くの駅までやってきました。あと少し。駅はこんな感じ。ハンガリーと比べて圧倒的にインド系やアフリカ系の人が街に多い気がしました。ここからバスに乗ってようやく出会いました。よかった、やっと会えた。そして夕飯もごちそうになりました。ポークパイマジいらんかった。味噌汁がしみる。翌日すっかりお世話になってぐっすり熟睡できました。まみちゃんの子供たちも一緒に今日はロンドンの街を案内してもらいます。しかし駅のホームのガムの貼り付きがすごいよね。美しい、逆に。まず私たちが来たのはモニュメントステーション。これがモニュメントらしい。何のモニュメントなんだっけ、忘れちゃったな。ここからまみちゃんが予約しておいてくれている展望台に向かいます。道中こんな建物もありました。ここもマーケットなんだね。すっごいおしゃれ。なんかスーツの人が多いな。なんかおしゃれってみんなちゃんとサイズに合ったのを着てるって。紳士だな。ロンドンの街並みは古い建物と新しいものが混在している感じ。大都会なんだけどレトロな建築も楽しめて新鮮な感覚です。ルックアウト。ここがルックアウトという予約制の無料展望ビルです。ここから地上50階に登っていくそうです。どんな感じなんだろう。入り口には空港の保安検査場のような荷物チェックコーナーがあって、そこで荷物をスキャンしたんですけど、ちょっと緊張したけど
受付の人はとっても優しい人でした。すごーい。ナイスくまり。リアルロンドンで。高層ビルから見下ろすロンドン。レベルが違いますね、その辺の都市とは。すごい。テムズ川を挟んで橋でつながった町と町。はあ、テムズ川ってこんなにグネグネしてるんですね。知らなかった。ちょうど正面に見えるのがタワーブリッジですね。かっこいい。なんかタワーブリッジとかビッグベンとかもっと近いところにくっついてるのかと思ったら、ビッグベンはもっと向こうの方だそうです。少しここから見えたかな。ロンドンはそんなにちっちゃくないよって話ですね。みんなで地上50階からの眺めを楽しみました。パッと遠くから見ると、うわー大都市すごい東京みたいってちょっと思うんだけど、よくよく見ると全然違いますね。ただの大都市とは違う街に歴史が宿っています。古い建物と新しいビル、こんな感じで混ざり合うと不思議な感覚です。本当にレゴみたいじゃねえ。ない？お母さんレゴ見つけた。ほら。見えて。このビルの展望台に来たおかげで、なんとなくロンドンの全体の位置関係が分かりました。よし、これから街を巡っていきます。さっき通りかかったマーケット、近くで見てもおしゃれだね。人混みの中、2階建てバスが行き来しています。これぞロンドンという雰囲気。ユニオンジャックもビルに掲げられていますね。へえ、こんな感じなんだね。ランチタイムで道にはビジネスマンがいっぱい。ビルから人が出てきます。それにね、この左手に見ても分かるように、みんなテイクアウトのものを買って昼休みに路上でサンドイッチやサラダを食べています。お昼休み休んだ気するのかな。こんな人の多い人混みでランチ食べておしまいなんてちょっと寂しい気もしますが、今富士 Sorry。 先ほどの展望台からロンドン橋を渡ってバラマーケットという場所に歩いてきました。もう終わり。あ、見て見て見て、ハリーポッターみたいなこと見て。本当だ。これ持っていけるからさ、自分に言ってくれる？わかった。コタと一緒に。コタ、コタ、カナちゃん、カナちゃん。大丈夫？やだ。さあここからバラマーケットを探索していきたいと思います。バラマーケットって別にローズっていう意味じゃなくって、普通にバラマーケット、バラボロみたいな、そういう言い方らしいです。それのカタカナ英語。なんか市場飯っていうよりもちょっとしたレストランみたいな雰囲気ですね。ここで美味しい市場飯を探します。なんかね、事前にちょっと調べる限りは本当にいろんな人気店があるそうなので、美味しそうなものをちょっとずつ買って食べたいと思います。とはいえね、
ここバリバリの観光地なんで、上質な雰囲気は確かにあるんだけど、お値段もそれなりです。結構ね、レストランで食べるのとそんなに変わらないんじゃないかなっていう価格でしたね。ロンドンのグルメな観光地の一つだそうです。昼からビールにハンバーガー、みんな楽しんでますね。今何分？屋根ね付きの場内に入るとこんな雰囲気です。このね、上のテントがすでに可愛いですよね。おしゃれ、美味しそう。ドライフルーツ屋さんとか蜂蜜とかジャムとかソースとか、そういうものもお土産にぴったりですよね。うわ、大きいクッキー。焼き菓子もたくさん売ってました。こんな感じで美味しそう。しかし 3.5 ポンド、冷静に考えると1個700円超えです。恐ろしい。円安の野郎がよーと叫びたくなります。こんな感じでかわいい。試食なども置いてますね。試食すれば？ザ外国絶対でも、あ、これいいじゃん。美味しそう。ハードベーカリーだって。欲しい。高いのかな。3個で8ポンド。このキャロットケーキ絶対買うね。すごい人。ここまで来ると人がすごい。さっき通ってきたところが入り口から端っこなんだと思うんですけど、縁日でもあるのかっていうぐらいの人で溢れています。この辺りは割とがっつりご飯が食べられる感じのお店が並んでいるので、多分お昼時で人が集まっているんでしょうね。ここはロティサリーチキンのあ、車プが。ーロールのお店だし、後ろの行列ができているところはフィッシュ&チップスのお店でした。ここは何だろう。なんだあそこ。ちょっと見てみます。ここは気になっていたキノコリゾットのお店です。マッシュルームとかいろんなキノコがたっぷり入っているんだって。マッシュルームリゾットだ、そこは。ここはいちごチョコのお店。たっけ。このいちごとチョコに1650円か。手出しできない。でも絶対うまい。この市場を歩いている間中、なぜかコタはタピオカをご所望で、ずーっとタピオカが飲みたいと言っていました。残念ですがここにタピオカティーは売ってなかったな。Tell me about home life. Yeah, so I mean, look. この市場本当におしゃれで楽しいんだけど、座って食べる場所を探すのが大変そう。私たちどこかに座れるのかな。なんとジャパニーズバーベキュー弁当も売ってました。せっかくだからちょっとこの市場らしいというかイギリスらしいものも食べてみたいよね。ソーセージロール。あー、ポークパイとかもあるのね。どうポテト。グー。パンダです。イエーイ。
私が座れるところを見つけたので、まみちゃんにいろいろ買ってきてもらいました。あーよかった、座れて。ありがとう。これはラクレットサンドイッチ、並んで買ってきてくれたみたいです。こっちはマッシュルームリゾット、さっきのやつね。美味しそう。きのことチーズたっぷり。チーズが濃い。うまっ。ねえ。ここすごい日当たりがいい。日当たりの問題なのか？ロンドン観光初日にしてもうすでに日当たりの大切さを痛感しています。わ太陽の光って大事だよね。オッケー。これが市場の外の雰囲気なんだけど、この辺りも最高におしゃれだよね。市場でお買い物して、その後この辺でお茶を飲むのも楽しいです。ここが私たちが入ったコーヒー屋さん。モウマウスみたいな名前のコーヒー屋さんです。これ何？逆にやるとあんまりカメラの解説をしてます。ここを3回押す連続で。まみちゃんたちも YouTube やったらいいのにね。すごい。いいね。しかも意外と好き。そうそう。ロンドンは歩いているだけなのに、なんかフォトジェニックな場所がたくさんあるのよ。なんでこの地面光ってるんだろう。歩いてきたのはテムズ川を往来する水上タクシーの乗り場。見下ろした街を今度は川から見上げます。こちらもまみちゃんの粋なアイディアでちゃんとチケットも予約してくれています。助かるわ。本当何も考えないでもロンドンを満喫することができています。ね乗船中、後ろにタワーブリッジが見えますね。やっぱり外の席は人がいっぱい座っています。ここはセントポール大聖堂。なんだろう、大きすぎて遠近感バグる CG みたいだよね。ついに出ました、ロンドンアイ。意外とそんなに大きいわけじゃないんだね。はい、こちら右手に見えてまいりましたのがイギリスの国会議事堂ビッグベンでございます。うわー、こんな感じなんだね。意外とキンキラキンだ。この角度から一番近くで見えるのはこのテムズ川の上からだと思うから、結構じっくり外観を眺めることができました。面白い。そしてしばらく乗って下船ね。私はロンドンの基礎知識全然ないんだけど、これは一度にロンドンの名所を楽しめて結構大満足。よかったです。おしゃれなお姉さんがいいな。鬼塚のスニーカー欲しくなっちゃった。どこにも土がついてないのがまたそう、私は履き潰しちゃうから。奥に見える巨大な建物はいいね。発電所の跡地らしくって、そこが今は巨大なショッピングモールになっています。ユニクロも入ってたよ。コタの妹のリコちゃんとマミちゃんは1階で乗車して、私たちは2階建てバスの2階に乗ってみました。これはロンドンへ来たならマストだよね。
やっぱり最前列はいつも観光客の人が乗ってるイメージです。ただね、これちょっと降りる時に焦りますね。さあ今日はこの辺で、私の初ロンドン旅後編へ続きます。お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走って行け Train Train どこまでも Train Train 走って行け